無神論とは何か、その支持者の分類は、無神論の言葉の意味は、傾くことです。唯一なる神は、聖典の中でこう述べています。彼らが傾倒する言葉は外国語であり、これは明確なアラビア語である。聖典第16章アルナフル、103節。ここで、傾倒するとは、傾くという意味です。しかし、専門用語としての無神論は、創造主、不可視の世界、予言、復活、そして審判の否定を指します。無神論には多くの派閥や多様な思想があります。無神論者、アシースト小括弧割りコロン宗教が主張する不可視の存在を否定する人です。理神論者、デスト小括弧割りコロンこの世界の創造主の存在を信じるが、宗教を否定する人です。不可知論者アギョスティック小括弧割りコロン創造主の存在を断定することも、その不在を断定することもできない人、つまり判断を保留している人です。無関心論者、アパセイスト小括弧割りコロン宗教的な問題や創造主の存在の問題に関心がない人です。これらの分類の支持者はすべて無宗教者と呼ぶことができます。無神論者、理神論者、不可知論者、無関心論者、これらすべてが無宗教者です。ヒューマニスト小括弧割りコロン人間のみに関心を持つ人です。ヒューマニストが神論者であるとは限りません。これらが現代の無神論的思想における最もよく知られた分類です。重要な注意点。無神論の言語学的定義と専門用語としての定義には違いがあります。無神論の言語学的定義は、傾くことを意味するため、これには逸脱した宗派、例えば、ムアッティラ、神の属性を否定する者たちなども含まれます。したがって、昔の書物に出てくる、無神論者という言葉は、現代の専門用語としての無神論、創造主や予言を否定することを意味するものではありません。それは、例えば神の名称と属性の章における教義上の逸脱の一種を意味します。そのため、イブン・シーナーや他のアラブの哲学者たちが無神論者であったと述べ、現代の専門用語としての無神論と結びつけるのは誤りです。なぜなら、彼らの誰もが現代の専門用語としての無神論者ではなかったからです。彼らの中には、イスラム教の枠から外れるような教義上の問題において、いくつかの欠陥があったものがいたに過ぎません。無神論はいつ始まったのか。無神論には明確な始まりがありません。そして、現代の専門用語としての無神論、すなわち創造主の否定は、18世紀以前には存在しませんでした。メロスのディアゴラスに記せられるいくつかの例外を除けば、人類の歴史は創造主への信仰によって特徴づけられていました。18世紀までは、西洋でも東洋でも、創造主を否定する者がいたという確かな証拠はありません。確かに、特定の個人にいくつかの発言が記せられていますが、そのいずれも立証されていません。著名な歴史家ウィル・ドゥラントは、その著書、文明の物語の中でこう述べています。宗教がすべての人間に行き渡る現象であるという古くからの信念は、今もなお健全である。また、シャハラー・スターニーはこう述べています。知識と力を持つ、賢明な創造主を無効にするという考えは、誰の主張でもない。そのような主張をする者を知らない。したがって、無神論は、創造主への信仰が広く行き渡っていた人類の歴史から見れば、寄生的な現象であると言えます。あるいは、アブドゥッラー・アル・シャフリー博士が言うように、無神論は、押し寄せる宗教の海に、サメのヒレのように現れたに過ぎないのです。無神論はどのように始まったのか。無神論は18世紀に始まりました。この時期、ヨーロッパでは啓蒙思想家や世俗主義者によって宗教的テキストを解釈し直す動きが広まりました。この動きこそが無神論への最も危険な入り口です。宗教的テキストをその本来の意味から逸脱させるような誤った解釈をすることです。なぜなら、宗教的テキストをその意味から逸脱させて解釈することは、テキスト自体の価値や意味の信憑性に対する疑念を生み、そのテキストから得られる理解を信頼できないものにしてしまうからです。人々が宗教的テキストへの信頼を失ったことで、西洋に無神論が広がりました。ちなみに、これは今日の私たちの国で、いわゆる、啓蒙思想家たちがイスラームに対して行おうとしていることと全く同じです。彼らは法的なテキストを操作し、その価値を弱め、本来の意味から逸脱させようとしています。例を挙げましょう。あなたは、酒は満場一致で禁じられているという。すると無神論者は、酒は合法だという。そこで、啓蒙思想家が現れて、宗教的テキストを解釈し直して、酒を合法にしてみせようというのです。これが、私たちの国における、啓蒙プロジェクトの非常に簡潔な要約であり、無神論への最大の入り口です。そして、これがヨーロッパにおける無神論の始まりでした。しかし、18世紀になっても、創造主の否定という現代的な意味での無神論はまだ現れていませんでした。ただ、宗教に対する一種の反抗が現れただけです。当時の最も有名な反宗教的人物の一人は、
フランスの哲学者ボルテールでした。ボルテールは、当時の他の反宗教を唱える者たちと同様に、今日知られているような現代的な意味での無神論者ではありませんでした。彼は単に教会キリスト教を拒絶していただけです。そのため、ボルテールは召使いに宗教の枠組みで道徳を説明することに反対せず、有名な言葉を語っていました。神がいなければ、私の妻は私を裏切り、召使いは私を盗むだろう。さらに驚くべきことに、晩年には宮殿の近くに教会を建て、その入り口に、主よ、あなたのしもべボルテールを覚えていてくださいと刻みました。彼はそれを地上で唯一、神のみに捧げられた教会であると主張しました。他の教会は、平人たちに捧げられていると考えていたのです。そして、彼は召使いを定期的に教会に送り、子供たちに宗教の原則を教える費用を払っていました。このように、この時点まで、私たちは現代的な意味での無神論を特定していません。19世紀に入ると、無神論の理論化が本格的に始まり、無神論の基盤となる思想が確立されていきました。カール・マルクスによって、無神論の経済学的理論が登場します。マルクスは経済を唯一の基盤構造とみなし、宗教は共産主義社会の次の段階で消滅すると考えました。同時期には、チャールズ・ダーウィンによる進化論が登場し、生物は互いに進化してきたと主張しました。チャールズ・ダーウィンの後には、フランスの社会学者エミール・ドゥルケームが現れます。ドゥルケームは宗教が信仰される理由を説明しようと試み、宗教は社会や集団の結果として生まれたとみなしました。氏族がトテムと呼ばれる一つの称号を共有し、このトテムは大抵動物の称号であり、ここからドゥルケームの言う宗教が生まれたというのです。しかし、今日の社会学者たちの間では、ドゥルケームの空想は無に帰したことが知られています。トテムについて何も知らず、動物の称号システムを持たない国々、文明、さらには大陸さえも存在します。それにもかかわらず、これらのすべての人々の間に、明確な形で思考の神への信仰が存在しています。驚くべきことに、最近の研究では、古代の部族におけるトテムという考え方が、宗教的なものではなく経済的なものであることが明らかになりました。トテムは民族の象徴であり、部族の血統を識別するための紋章であり、今日の国家の国旗のようなものだったのです。一方、宗教は社会によって作られたという考えは馬鹿げたものです。宗教が本来、個人の現象であり、人間と神との関係であることはよく知られています。それに、集合的な意識がどうして宗教を生み出すことができるでしょうか。宗教が現れてすぐに社会に受け入れられた例を誰か聞いたことがあるでしょうか。それどころか、常にその逆のことが起こっているのではないでしょうか。常に見られる繰り返しの状況は、新しい宗教への反対と、その提唱者に対する激しい抵抗です。これは歴史的な事実として見られ、繰り返されているのではないでしょうか。さらに、ドゥルケームのこの馬鹿げた仮説は、根本的な問いに答えていません。天地創造主である偉大な神の概念はどこから来たのか、どのような集団や社会にこのイメージが刻み込まれたのか、そして、あらゆる時代、あらゆる地域、あらゆる預言者の歴史を通して、その呼びかけがどのように行われてきたのか。残念ながら、ドゥルケームの空想は、何十年もの間、ヨーロッパの大学で歴史的事実として教えられてきました。ちなみに、ドゥルケームは、原始的な部族の乱地騒ぎや禁断の行為を含む祝祭を彼らの宗教的な現れとして提示することで、ヨーロッパ人の知識を惑わす上で大きな役割を果たしました。しかし、これらの祝祭は、部族の社会的、宗教的生活の構造に対する反抗であり、その逆ではないことが立証されており、この事実は今やドゥルケームの最も有名な欺瞞の一つとなっています。すべての社会における部族制度は、男女の完全な分離に基づいていました。ドゥルケームは、奇妙な方法で、宗教への反抗と放蕩な祝祭を宗教的な現れとしました。したがって、これまでの要約として、ダーウィン、マルクス、ドゥルケームの手によって、多くの誤った情報がヨーロッパの精神に浸透し、疑念と無神論が現れたと言えます。始まりは彼らのような者たちによってもたらされ、終わりも彼らのような者たちによってもたらされるでしょう。20世紀に入ると、無神論は現実のプロジェクトとなり、カール・マルクスの経済的理論は多くの国々で採用されました。ソ連、中国、ベトナム、朝鮮、キューバなど東ヨーロッパの多くの国々で共産主義が台頭し、チャールズ・ダーウィンの生物学的理論はナチス・ドイツで現れました。第二次世界大戦は適者生存の概念と、劣等民族、彼らが呼ぶところの
劣等人間の概念の絶滅という考えに基づいて起こりました。しかし、無神論的な理論は存続に失敗しました。ナチズムは人種差別という醜い側面を露呈し、無神論における人間の意味の喪失を明らかにした後、崩壊しました。マルクス主義も崩壊し、ソビエト連邦は解体され、無神論が人間の現象を分析することの完全な無能力さが露呈しました。人間は、これらの腐敗した理論では説明できません。そして21世紀に入ると、無神論は全く新しい姿で現れました。それは誤って科学の衣をまとい、科学的無神論と名乗りました。そして、今回は、古い過程に劣らず表面的で、人間にとって危険な新しい過程と推測に頼って、再び自らを提示し始めました。しかし、この新しいタイプの問題点は、科学の杖を使って、半端な知識人や次世代を誘惑していることです。今、あなたの手元にあるこの本のプロジェクトは、新しい無神論の真実を明らかにし、それが的を科学的主張を検証することにあります。